おはようございます。今11時前ぐらいで蘇州を、9時半の列車で立ったんですけど、蘇州からこの無錫まで列車で15分、そこから駅からなんかバスに乗って、この太湖っていうすっごい大きな湖のほとりにある広いすごい公園じゃないか、公園じゃないけど観光スポットですねにやってきました。あそこに刻まれてる名前の観光スポットなんですけど、何があるのかよくわかんないんですけど、何も調べてないんで、とりあえず無錫に来ようと思って、蘇州から近いんですね。15分で着くんで、もう日帰りで来れるんで、とりあえず無錫駅に着いて、さて何をしようかなと思って地図を見て、太湖あるじゃん。で、太湖のそばに行くかと思って来ただけなんで、行ってのお楽しみですね。チケット買わなきゃいけないんですね。チケット買いました。ここだけじゃなくって、近くにあるもう一つの園林も行けるチケットで、あとここのチケットはここの内部のなんというかバスとか、あと船とか乗れるみたいです。なんか中国って観光地になんか A の数だけなんかすごいみたいなマークついてるんですけど、ここ 5A らしくって、一番すごいのかな。なんかすっごい広いんで、どこ行けばいいのかよくわかんないんですけど、あそこの山のてっぺん行けばいいのかな。で、船、誰も乗ってないけど、船も乗れるんですよね。トイレの洗面台が見たことない形してる。ここ中国の国歌を作った人のゆかりのなんかそういう場所。この人日本に来たことがあるんですよね。日本の海で泳いでいて死んだってありますよね。このバスに乗れるんですね。ものすごい列。なんか桜を見るとかいう塔。ドローン飛ばそうとしてる人がいる。古い建物じゃないけど、結構立派。これ4月になったら桜見れるってことなんですね。古き京都を販売している謎の店が。園内になんか庭園があって、庭園というか園林っていうのかな、園林があって、その中にちょっと温室の植物園ありますね。いや、すごい整った庭園で、温室でいつでもランが見れるようだし、これが江南文化の実力ですね。しかし広すぎるんだけど、どうしようこれ。も
こんなん一日終わっちゃうんですけど、今年は辰年。ここから船に乗れるんでしょう。行ってきます。大量のカモメ。すごい賑わってて、いい場所取れなさそう。みんなカモメに夢中ですよ。餌やりしてる。対岸の島に着きました。いや、すごい鳥だったな。船の中のアナウンスでマナーを守って鳥に餌をやってくださいとかあったんですけど、鳥に餌やる時のマナーって何でしょうね。船の中で他の乗客の話なんかちょっと盗み聞きしてたんですけど、季節によっては鳥いないかもっていう話ですね。陰と陽のマークが。ここはどういう場所なんでしょうね。天町、土産物屋か。中国どこの観光地行ってもなんか貴金属とか宝石類、玉ですね、玉とか、あと淡水の真珠ここら辺で売ってんだよね。太古ってすっごい大きい湖で、もうこれほんの一部なんですよね。一つの町だけじゃなくて、もういくつもの町にまたがっててかいくつもの町が太古を囲んでるんで、帰りの船のアナウンスよく聞いてたら、マナーよく餌をやってくださいの後に捕まえるなって言ってた。ちょっともうお昼なんで、ここなんか入りづらいけど、ここのでっかい公園の中のこのレストランちょっと入ってみましょうかね。レストランから湖見えます。なんか太古の魚と季節の野菜、あと小籠包頼みました。魚が来ました。結構量がありますね。魚は日本の中華だったら酢豚の味付けですね。甘酸っぱいで美味しいんですけど、ほんのちょっと臭みがあります。揃いました。魚、米、小籠包、野菜はほうれん草かな。ちょっとバター炒め的な感じで少し味が濃い。なんか1934年からあるらしいですよ。本当かな美味しかったけど、一人で食べる量じゃなかった。二人で食べてちょうどいいぐらいで。まあ二人だったら一人頭1400円ぐらいになるんで、レストランの見た目の格とか考えると、観光地のど真ん中にあるけど、特に高い価格設定ではない。ここに太古別荘っていうちょっと古そうなもんがあるんですけど、くぐってったら職員食堂があって、職員の生活区ってなる場所がありますね。ここに住んでるのかな。なんかちょっと小高いとこに着きましたよ。樹齢120年、いい感じですね。なんか共産党の人でコーロームの研究でも何か業績残してるらしい人のなんか記念館でした。中国のお寺の壁って黄色なんですよね。
この風景すごくって、見てる他の人たちがもうまるで山水画のようだって言ってますね。ここのもう一つの庭園のチケットもセットで買っちゃったんで、もう4時前なんですけど、ちょっとだけ見ていきたいと思います。入って早々この石のアーチ、中結構広いですね。さっきちょっと遠隔を記したなんていうか城館みたいなところがあったんですけど、すごいなんか伝統的な江南の庭園って感じの作りではありますけど、近代になってから王さん、どこぞの王さんっていうなんか小麦粉とかのビジネスで財を成した人たち一族がなんか作ったみたいですね。この湖が李湖っていうんですけど、春秋時代の越国の美人正子がここで越国の宰相かな、なんか偉い人と船で渡った湖だそうです。でその偉い人の名前が李で、そこから名前取ったみたいな。五越春秋って書いてありますよね。いかにも中国って感じの新年の飾り。伝説の美人がここを渡ったと思うと感慨深いものがありますね。太古のほとりから市内の方に戻ってきました。でバスからずっと外眺めてたんですけども、かなり街並みがすごい落ち着いてて、人通りも混雑してなくって、道路とかすごい綺麗に整備されてて、暮らしやすそうな中規模の都市ですね。もうモダン近代的で、最後にちょっと古い建物残ってないか、最後ここら辺散策して、今日は終わりたいと思います。ボート辰年だから、あれカメラじゃはっきり映んないけど、どら焼きの店、結構お茶の店が多いな。なんかエスケープゲームの部屋もありますね。ここ運河文化芸術館って書いてあって、もうちょっと早く来てたら入りたかったんですけど、今日日曜日なんですけど、人出は結構出てるけど、なんか静か、あんまりうるさくないですね。ここの人たちは。ここの人たちって言っても観光客どっから来てるか分かんないけど、でも街の印象として結構すごい静か。ち
ちょっと観光の通りから一歩なんかちょっと少し脇に外れて下町って感じのとこ歩いてるんですけど、まあああいう運河沿いの観光の通りって蘇州にもなんていうか結構あるんですけど、なんで同じ感じ、特になんだろう、珍しいこともなく、ただ結構おしゃれですね。やっぱりおしゃれで綺麗で、ゴミとかも落ちてないし、整理整頓されてるって感じ。こういう古い感じも、蘇州のなんていうか旧市街もこういうとこあって、結局ここら辺一帯のこういう雰囲気なんでしょうね。暗いんでなんかシャレオツな橋がありますね。橋の下にはコーヒー屋、なんかもうちょっとゆっくり探索したい場所がいっぱいあって、やっぱり日帰りで太古も市内も全部回る、旧市街のとこも全部回るのは厳しいですね。今から地下鉄に乗って駅に向かおうと思ってるんですけど、今6時半ぐらいかな。6時半だっけ、6時だ。今6時ぐらいですけど、今回まだ広場ダンスの絵面撮ってないんだよな。ちょっとシェアバイク乗ってみようかな。ちょっとようやくなんか中心部っぽいとこに来たら、なんか結構明るくなってきましたね。それ以外のとこ結構暗いんですよね。最近の中国の夜って暗いのかな。そんなことないか。そこに教会がある。もうだいぶ中心部ですね。なんか銀座みたい。こことかね、広場ダンスしててもいいはずなんですよ。他の都市だったらしてると思うんだよな。いやもう大都会これ。なんかすごいデパートがあるし。見えるかな。もうこんなのあれでしょ、もう銀座ですよ。六本木だよこれもう。あれ鳥居じゃない？やばい、これは大都会だ。すげえ。なんか蘇州より都会に感じる。中国銀行アスコット。気づいたら40分もチャリに乗っていました。でもう駅まで着いてしまいました。その間広場ダンスの1つや2つぐらい見つかると思ったんですけど、皆無でしたね。しかし無釈、なんていうか予想よりすごい都会でしたね。この駅の地下通路見てるとそうは思わないんですけど、
これシェンホアビンって僕雲南省のものだと思ってたけど、どこにでもあるのかな。こんなとこに猫います？普通。駅の前の広場、ここが広場ダンスの最後の希望だったんですけど、昔広州、繁盛の方の広州の駅では駅の前で広場ダンスが見れたものだったんですけど、ここでは見えないですね。蘇州に帰ります。これさ、抹茶が中国語でピンでも茶って書いてあるんだけど、英語になってるからさ、その後がフレーバーってモカフレーバーに見えますよね。コーヒーのモカ。